こんにちは、メインです。今回はホテルレイアウト4選ということで早速やっていきます。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひよろしくお願いいたします。今回作ったお部屋は1から4。順番に紹介した後、スピードビルドで作り方編へ。まずは1から。こちらコログの森の罠客室です。ゼルダをやったことある人にはうずうずしてしまう部屋ですね。コログとは何かを補足していくと、森の中で過ごしていたコキリ族が時を経て人の姿から木の姿へ進化した生き物ですね。非常に可愛い生き物です。この部屋はゼルダの要素×あつ森の和モダンがテーマで神格をゴリゴリ使っていますね。一番の特徴はここ、リンゴのお供えゾーンです。空いているところにリンゴを添えると何かが起こる。ここのホテルの客室でも同じ仕様ですね。ちなみに枕元はガーディアンの目覚まし時計。けたたましい危険を感じる音で快適な目覚めを感じられます。木の実のランプはハイリアトマトですね。もぎって栄養補給もバッチリ。ベッドサイドには妖精と壺。万が一目覚ましガーディアンが排除しに来てもこちらには妖精がいるので倒れても安心です。ついでに人んちの壺も割るお家芸も見せていきたいですね。リンゴのお供え物にガーディアンの目覚まし時計、妖精に壺まで、ぜひ遊びに来てくださいね。ちなみに遊びに来てたのはチョロ吉でした。訳ありな感じがお気に入りですね。2軒目に行ってみましょう。2軒目は古民家にインダストリアルを取り入れた客室です。コンクリート、ウッド、鉄、レンガと異素材ミックスが楽しいお部屋です。ちなみにベッド同伴可なので安心ですね。ソファー裏の飾り棚ゾーンがお気に入りで、重なって見える配置がかなり好きですね。こちらキッチンのご様子。新しい家具はガラスのグラスぐらいですね。ホーローランプを使って最大限にインダストリアル感を。古民家再生キッチンにありがちなステンレス系プラス古い木のキッチンですね。奥は食器棚と陶器市で買った食器たち。この客室を選ぶ方はきっと作家さんの食器が好きですからね。キッチンの奥はベッドルームになっており軽く仕切られています。革張りのベッドとホテルにしてはちょっと変わっているので来る人を選ぶ客室ですね。神格ゾーンのダイニング的な場所、ホテルのマグカップもちゃんと用意してあります。客室というより家の部屋に近いですね。大切なベッドと過ごしたい方、食器にこだわりがある方はぜひこの客室でお過ごしください。3部屋目も行ってみましょう。3部屋目は海の見える和な部屋ですね。キッチン、リビング、謎の縁側まで完備。しっかりキッチンがあるので長期滞在も OK。 ホテルにしては狭いところがたまに傷。旅館とかによくある謎の晩酌スペースはこだわりです。広縁というらしいですが、ここはちょっと狭すぎますね。だけどこの場所は我が家にも欲しいくらい好きな場所です。広めにゆったりという発想がこの島のホテルにはないので全部ギュッと詰め込んでいます。キッチン側から見える海もなかなかグッド。流行りの横並びダイニングですが回り込んだりしないといけなくて意外と不便だったりします。ベッドはあえて部屋の入り口へ。朝日が眩しすぎなくてちょうどいいかも。入り口すぐなのでおはけ物はお脱ぎください。畳部分に謎の憩いスペースもあるのでいろんなところでくつろげますね。割とオーソドックスな和室に泊まりたい方や長期滞在されたい方におすすめの客室です。それでは最後、このホテルで一番料金の高いお部屋です。最上階の温泉付きスイートルームです。10×10 のマックスの広さですがいろいろ詰め込みました。ここのお部屋の最大の特徴が大きなバルコニーに露天風呂付き、そして部屋の基調が一緒となっているので重厚感もバッチリですね。ベッドからすぐに露天風呂へ逆もしかり。裏設定としては壁の裏に洗面所やトイレ、脱衣所があるイメージです。高級感を出すためには間接照明は欠かせませんね。露天風呂近くに椅子とテーブルを置いて小休憩。柵を付け忘れたバルコニーになっているので心の目で見たら柵が存在するような仕様ですね。あと一マス部屋が大きければ手すりをつけたかった所存です。キッチン側は大理石ゾーン。
石のテーブルやスツールは6年目にしてようやく使い方が分かった気がします。高級なもので囲うと原始的な雰囲気が消えますね。今回でこの初期家具の良さを実感した回でもあります。暖炉は使いたかったので無理やり詰め込みました。暑そうです。この島一番の高級スイートルームは家具の価格の高さに加え露天風呂付き、ただしバルコニーから落下注意なお部屋にぜひ遊びに来てくださいね。ホテルの客室レイアウト4選はいかがだったでしょうか。どの部屋に泊まってみたいかぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひよろしくお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。それではここからお部屋のスピードビルド編です。